こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、松本さんからの質問です。斉藤先生、こんにちは。松本と申します。私には絵が上手な父がいます。高校生の頃からキャラクターイラストを描くようになった私とは違い、父はアナログでの風景画を得意としていて、親子で描くジャンルは全然違います。ただ私は生まれてからずっと父が絵を描いているところは見たことがありませんでした。親戚から、あなたのお父様は学生時代、とても絵が上手だったのですよ、と聞かされる程度で、私自身は父の絵を見たことがなかったのです。父は絵と全く関係のない仕事に就いていましたし、いつも忙しく、絵以外の時間は全て仮眠に使っているような人で、絵を描く時間も心の余裕もなかったのだと思います。そんなバリバリの仕事人間だった父も還暦を過ぎました。父は最近時間に余裕があることだし、絵を描きたいなというようになりました。そこで私は父に透明水彩絵の具と水彩紙、筆などの画材をプレゼントしました。でももう45年も何も描いてないから自信がないよと言ってなかなか絵を描こうとしない父。そんな父に痺れを切らした私は休日にスケッチの催しに父を連れ出しました。二人で肩を並べて絵を描きました。そして父が描いた絵を生まれて初めて見ました。驚きました。本当に父は絵が上手かったのです。好評でも父は絵を褒めてもらっていました。素直に嬉しそうでした。まるで青春時代に戻ったみたい。そう言って父は今日も風景画を描いています。父の絵は爽やかな初夏の風や植物の香り、暖かな日差しまで感じられるような素晴らしい絵です。私は父の絵を素晴らしいと認める一方で、父の絵の才能、色使いのセンス、物の形を正確に捉える観察眼、翼が生えたように伸びやかで軽い筆使いに嫉妬してしまいます。父が楽しそうに絵を描いているのはとても良いことだと思うのに、苦々しく思う気持ちもあるのです。学生時代だって絵をちゃんと勉強したわけではない。しかもその後45年間も筆を取っていない人がさらっと描いた絵が、高校生の頃からずっと描き続けている私よりもがぜんうまい。その事実が何よりも悔しくて仕方ないんです。インターネットで私よりも絵が上手い人を見かけた時は、この人は本当に努力を重ねてきたんだろうな、私も頑張ろうと心が励まされるのに、自分の父の絵を見ると醜い嫉妬心が嵐のように心の中で渦巻きます。全然絵に関する努力をしていないくせに、こんなに絵が上手いなんて羨ましい。父への激しい嫉妬心をぶつけるようにこの文章を書いているので、乱文著しいかと思います。申し訳ございません。でもどうすればこの気持ちに整理がつくのか、自分では全くわからないんです。プロとして活躍されている斉藤先生から気持ちの整理のつけ方のヒントをいただければと思い、藁にもすがる思いなのです。藁にされる方はたまったものじゃないかもしれませんが、どうか先生よろしくお願いします。とのことです。はい、松本さんご質問ありがとうございます。はい。松本さんがお父さんに絵の具と紙をプレゼントして、でもなかなか描かないから、どんな絵を描くんだろうってね。正直、どうせ下手の横好きで大した絵は描かないんだろうな、と、ちょっと見下すようなね、気持ちもあって、で、それで一緒に絵画教室に行ったと。スケッチ会ですね。見下すとかね、そこまでは書いてないんですが、この後の松本さんの気持ちの変化を聞くと、正直そういうことなんだと思います。で、どうせ下手なんだろうと思いきや、予想に反してお父さんの絵がめっちゃ上手かった。そして自分の心にぶっ刺さってしまった。うわぁ、めっちゃいい絵で、それだけだったらまだ良かった。自分がいい絵って思っただけだったらまだごまかしようがあったんだけど、それを見ていた教室の講師の人もベタ褒め。客観的な評価もついてしまった。そしてその言葉を受けて嬉しそうにする父。もうスケッチ会にね、連れ出した時には自分の方が上手いだろうな。お父さんは下手の横好き程度だろうな。と、高をくぐっていたにもかかわらず、予想に反してお父さんの絵はすごく上手かった。高校時代から一生懸命絵に取り組んで、頑張っていた自分を差し置いて、その場の主役が松本さんではなくお父さんになってしまったわけです。それでね、松本さんが絵の具をプレゼントして、で、絵画教室に誘ったにもかかわらず、その結果を受けてね、くそー許せん。褒められるのは私のはずだったのに。でね、嫉妬心にまみれて、心が荒れ狂っているわけなんですね。はい。これに対する僕の答えはシンプルです。松本さん、あなた、めっちゃ性格悪いですね。はい。悪いです。歪んでます。でも、性格が悪いがゆえに、クリエイターにめっちゃ向いてます。ってことです。はい。ごめんなさいね。はっきり言っちゃって。これね、もしかしたら松本さんにとっては不本意な答えかもしれませんが、でもね、実際にそうだし、そう考えるより他にないと思います。松本さんにとっても。ですね、あえて誤解を恐れずに言うと、今トップで活躍しているクリエイターっているじゃないですか。そう言われて、あの人とか、あの人思い浮かぶな。で、何人か名前が思い浮かんだと思います。そういうトップクリエイター、断言しますが、全員性格が
悪いです。いや、悪いところがあります。少年が腐ってるとかそこまではね、言いませんが、今回松本さんが教えてくれたようなエピソードぐらいの、そのぐらいの性格の悪さは少なくとも全員持ってるはずです。はい。そこは安心してくださいね。いや、性格が悪いって言われて安心するかどうかは、ちょっとわからないんですが、いや、実はですね、僕も結構気持ちわかるんですよね。っていうのはですね、僕も松本さんに似たような気持ちになることが結構ありまして、例えばね、友達と映画に行って、その映画がめっちゃ面白かったり、素晴らしかったりするとき、僕その後、かなり不機嫌になってしまうことが多かったんですね。いい映画を見て不機嫌になるってどういうことって、実際周りからしたらなんでこいつが不機嫌なのか、本気でわからないと思うんですが、いや、違うんですよ。映画で感動できていないわけじゃないんです。むしろ感動させられちゃったので我慢できないんです。僕がその映画に関われていないことが、なんでこんなに素晴らしいものがあるのに、ここに自分が関われていないんだ。なんで俺以外にスポットライトが当たっているんだ。なんで俺はここに座っていて、そこに立てていないんだ。クソがってね、そこに不機嫌になってしまうんです。いや、自分でもね、理不尽極まりないと思ってるんですよ。言ってることめちゃくちゃだと自分でも思います。それはね、もう理屈では分かってるんですよ。でも、心がムカつくんです。自分がそこに立てていないことが。だからね、それゆえに、スポットライトが当たっているその主役に、心からのね、声援を送ることができないんですよ。僕の場合は映画。松本さんの場合はお父さんですね。表面上はね、ニコニコしているかもしれませんが、心の中では嫉妬が渦巻いているわけなんですね。人の成功をね、心から喜べないなんて、心が狭いですよね。最悪です。もしね、松本さんが、その心の内をうっかり誰かに話してしまったとしたら、10人が10人こう言うでしょう。それおかしいでしょ。お父さんはブランクがあったかもしれないけど、若かりし頃は勉強してたんだよ。頑張った人が賞賛を受けてるんだから、その頑張りを称えてあげるべきなんじゃないのって。うるせえバカ野郎。そんなことは分かってんだよ。俺にだってそう思う理性はあるんだよ。その理性を超えて、なんで俺がチヤホヤされてねえんだ。なんで俺以外にスポットライトが当たってるんだ。我慢できねえっていう自我が抑えられねえんだよ、畜生ってね。はい。ごめんなさい。ちょっと取り乱しました。松本さんのエピソードを聞いてね、おそらく松本さんの身の回りのほとんどの人は、松本さんをね、たしなめると思います。あんたちょっとそれおかしいんじゃない？性格悪いよ。お父さんのこと認めてあげなよって。はい。僕もね、そう思います。松本さんは性格が悪い。はい。断言しますが、性格が歪んでます。だからこそ、クリエイターの資質はあります。今活躍されているほとんどのクリエイター、そう思ってはがみしてきたからこそ、今の立ち位置にいると思います。なんならね、松本さん程度の性格の悪さは、むしろ可愛いものだと思います。はい。あなたはクリエイターです。こっちに来てください。応援しています。待ってます。はい。次の質問です。20代、ペンギンさんからの質問です。はじめまして。最近ずっと悩んでいることがあるので、以下の悩みに対して厳しいお言葉でも何でもいいので、第三者の目線から助言をいただけないでしょうか。私は小さい頃から絵を描いており、ここ4年ほどは今まで以上に描くことに熱中して、今年美大進学をしました。絵を描くことが好きで、美大進学をしてずっと描いてきたのですが、悩んでいることが3つあります。1つ目は、どんどん描くものがつまらなくなっていて、昔の方がのびのびと楽しく描けていたこと。2つ目は、親から絵を描く暇があったら勉強しろ、将来役に立たないことはするなと怒られ続け、一時期描きたいという気持ちを押し殺してきたからか、自分が好きなものや自分の絵の魅力がわからないことです。好きだなと思って保存してきた絵やキャラクターの共通点もわかりません。強いて言うなら、光とグラデーションが美しいことぐらいかなと思っています。そして3つ目は、アイデアが浮かばなくなっていること、浮かんでも形にできないことです。課題の忙しさやインプットが足りないことも原因の一つかなと思っているのですが、自分に自信がなかったり、変にプライドが高いからか、書いている最中に、これはそんなに良くないな、クオリティが低いな、などと考えてやめてしまったり、と完成しません。そして頭の硬さや筆の遅さに落ち込みます。うまさよりも人の心に響く絵を描きたいという気持ちが強いのですが、楽しめておらず、自分の絵が好きではないのです。ずっと方向性含め、色々と迷子なので、自分を見つめ直したいと思い、送らせていただきました。いつも拝見させていただいております。お体の方ご自愛ください。とのことです。はい、ペンギンさん、ご質問ありがとうございます。まずね、最初に僕がペンギンさんにお伝えしたいのは、お父さんが言っていることは正しいってことですね。つまり、将来に役に立たないようなことはするな。というのは、ある程度芯を食ったアドバイスで、ペンギンさんのことを大事に思う親心だと思います。もうちょっと補足するとですね、つまり、将来に役に立たないことはするな。というのは、もっと詳しく言い直すと、将来、人の役に立たなそうなことはするな。ということだと思います。人の役に立つ、イコール、仕事にな
なることであり、人の役に立たないことは仕事になりません。もうお金にならないことっていうのはね、貴族でお金が有り余ってない限り、継続はね、できませんから、いずれどこかでやめざるを得ないってことです。お父さんの頭の中では、絵を描く行為では、少なくともお父さんの周りの人で、人の役に立てているような人、つまりお金を稼いでいる人は思いつかないので、絵なんて描いていても人の役に立たない。だから仕事になんてならない。どうせお前はいずれそれをやめることになるだろう。絵なんて描くな。何の将来の役にも立たないじゃないか。という言葉に繋がったんだと思います。至極ね、真っ当な意見だと思います。普通の人はそう考えます。当たり前です。でもね、ここでペンギンさんは、お父さんのアドバイスをちょっとねじ曲がった方向で捉えます。お父さんはね、絵なんてすっぱりやめて、もっと実用的な方向に進みなさいって言ったはずなのに、ペンギンさんはね、模索し始めてしまったわけです。自分の絵で誰かの役に立てることはできるのだろうかって。はい。ペンギンさんの模索はですね、プロのクリエイターとしては正しい模索なんですが、ペンギンさん本人がね、いまいちそうはっきりと自分で判断して、その方向に舵を切ったわけではなく、お父さんの言葉を受けて渋々といった形でね、そうせざるを得なくなったわけなので、ちょっとね、不本意な形で、昔のようにただただ何も考えずに、心が思うままに筆を走らせるようなことができなくなってしまって、自分の絵の需要のようなものを考え始めてしまったことにストレスを感じてしまっているわけなんですよね。で、その結果、絵が苦しくてつまらないものに変化してしまったわけです。ただですね、はっきり言って、それはプロの絵描きが全員通る道です。というか、絵描きだけではなく、クリエイター全般はそうだと思いますね。ただ心が赴くままに作るのではなく、他人から喜ばれるものを作る。この行為の中には、自分は本当はこうしたくないんだけど、みんなはこっちの方が喜ぶから、あえてこうしようという自分の意にはそぐわないものも絶対含まれます。この前ですね、とあるお笑い芸人さんがネタ作りに関して話していたことを聞いたのですが、自分が本当に面白いのはこのネタなんだけど、こっちだと尖りすぎていて多くの人には伝わらない。だから自分の中では一段下がるんだけど、このネタでより多くの人の笑いを取りに行く。そう判断することがよくあるとおっしゃっていました。それを聞いてね、お笑いの世界も同じなんだなと思いました。自分の好きを優先するのではなく、それを見ている人のことを優先して考える。この一連の行為をね、妥協したと捉えるのか、それともより伝わるための工夫と捉えるかは人によると思いますが、でもね、少なくともプロになるなら、その葛藤とはうまく付き合っていかなければいけません。ちなみに僕は少なくともこの20年間は、ペンギンさんのようにね、のびのびと描くことに重きを置かずに、自分が苦しくてもね、人が喜んでくれることに価値を感じてきましたので、たとえね、クライアントがここ修正してくださいと僕に言ってきて、で、その内容が自分にとって不本意な方向性だったとしても、そこまでね、抵抗感なく修正してきました。なぜなら、自分がのびのびと描くことよりも、絵を見ている人を喜ばせることが僕がやりたかったことだからです。絵に限らずね、何でもそうなんですが、仕事にするっていうことは自分以外の人があってのことです。ペンギンさんはね、美大に行くぐらいなので、ある程度絵を仕事にするということを見据えていると思うんですが、絵を仕事にしたいという時点で、自分がのびのびと描くことについては、自分のやり方でね、折り合いをつけていかなければいけません。どうやって折り合いをつけるのか。折り合いのつけ方で一番おすすめなのはですね、仕事の絵と趣味の絵を完璧に分けてしまうってことです。よく絵描きはですね、仕事の絵が終わった直後に、さあ自分の絵を描こうってんで、休憩中に自分の絵を描き始めることがあります。その時はもう好き勝手に描き散らすように、誰のことも考えずに、無心で絵を描いていい時間、そう割り切って絵を描ける時間を自分で作るんです。そうやって自分の心に整理をつけつつ、仕事のための絵と自分のための絵を分けて考えるという方法があると思います。そして最後に僕がペンギンさんにお伝えしたいのは、結局クリエイターは結果を出しながらわがままを突き通していくしかないってことです。話を聞く限りね、ペンギンさんは精神的にがんじがらめな状態にあると思います。親に役に立たないようなことはするなと言われて、好き勝手にのびのびと絵が描けなくなってしまいました。そしてペンギンさんの中では今のところ、役に立つ絵の回答が、質問文を見る限りね、クオリティが高い絵という答えなので、クオリティが低い絵が許せなくなり、途中でね、そこの基準に満たずに絵を描くことをやめたり、いつまでも完成しない状況が増えてしまいました。そうして悩んでいるうちに、自分がそもそも何が好きだったのか、どんなアイデンティティを持っていたのかすらわからなくなってしまいました。筆も遅いし落ち込んでしまいます。悩みがね、3つあるとおっしゃいましたが、それぞれ別の問題に見えて、実はね、全部が繋がっていると思います。だから精神的にがんじがらめなんですね。この状況を打ち壊して、状況を好転させるには、これ難しいですけどね、やっぱり何か一つ結果を出すしかないと思います。結果。ペンギンさんにとって一番いいのは、絵
の仕事を受けるということだと思います。なんとかして絵の仕事が受けられるように動いてみてください。直接ね、絵の仕事を受けるのが難しいということであれば、何かの賞を取ることでも仕事につながることが多いのでおすすめです。絵の仕事を受けられたという結果があれば、少なくともお父さんの言葉からは解放されます。だって役に立たないことはするなと言っていたわけですから、実際に仕事になって人の役に立ったという結果があれば、それはね、もう何も言われる必要はないですよね。実際に人の役に立ってしまったわけですから、はっきりとした目標がなく、闇雲に続けるのは辛いですが、この仕事を得る、この賞を取る、どちらかに焦点を当てて、そしてそのためにはどうすればいいのかを考えられれば、おのずと方向性が決まってくるのではないでしょうか。はい。別にね、テーマを選んだわけじゃなかったんですが、二つ目の質問のキーワードもね、お父さんでしたね。でも案外ね、そこさえひっくり返せれば、他の悩みもね、こう連動して、嘘みたいに消えていくんじゃないかと思います。はい。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今日はね、どちらかというと精神的な悩みの質問で、具体的な絵の内容については触れなかったので、もう随分簡単に結果を出しましょうとかって言っちゃったんですが、それがね、難しいんですよね。はい。ごめんなさい。例えばですね、賞を取りたい時にはどういうポイントを意識すればいいのかというテーマのこちらの動画が役に立つと思います。完全版イラストコンテスト受賞する方法とは、ここで紹介されているポイントを押さえていただければ、イラストコンテストの受賞にはぐぐっと近づけるはずだと思います。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。